どうも監督です。今回なんですけども、緊急で動画を回しております。緊急です。大緊急でございます。もういつもと全部が違いますけども、はい。ついにね、1年半2年ぐらいで緊急で動画を回す時が来たということで、はもうこれ本当生放送みたいな感じだよね。初日もうその日に撮ってその日に出しますということで、はい。今回の動画は皆様分かりますよね、何の話かということで、マクドナルドのですね配布プロモの件でございます。はい、これはねもう大問題になりました。おう。はい、マクドナルドですね、10年ぶりにポケモンカードをねハッピーセットでくっつけて売ったらもう大変な炎上をしたと。炎上というよりは、なんかすごい話題になったと。なんと僕ニュースでも見ました。昨日朝のニュースで見ました。僕も。はい、ニュースになっちゃってんだから、もうこれはねすごすぎるよ、カブポケさん。もうね、あなたは世界の天下を取ってます。はい、マクドナルドが比にならんぐらい素晴らしい日本企業ですね、作っていただいたと僕は自負しましたと。今回でもう今回じゃあ何の動画かと言いますと、僕もツイッターに書かせてもらいました。僕の考えを簡単にね要約してちょっと書かせてもらったんですけど、ちょっとねこの文章だけだと分かりづらいと。今回は今回の状況とかね今までの経緯も含めて、このねポケモンで言ったら私じゃないですか。いやー聞きたい。はい、旧ポケカのねこのねもう申し子がですね、今回このマクドナルドのポケモンカード配布について解説していきたいと思います。気になるね。これマジで永久保存版でしょ。そうね。まずねいろいろ言いたいことはある。今回まずねマクドナルドさんが、カブポケさんとコラボしてカードを出しましたっていうのがですね10年ぶりなんですよ。おー。はい、でここのね意図をね僕はねまず考えたいなと思うんですね。はい。でマクドナルドさん的には、ポケモンねカブポケさんともうねここでコラボしてカードを出せばマックがね知名度がまたドンときて、ハッピーセットもすごい売れるんじゃないかという考えだったでしょう。多分10年ぐらい前と同じ考えだったでしょう。それはね、今までもう20年ぐらいねやってる経緯がありますから、カードイ時代から、ね、そのカードイのカードも今やねもうねゼニガメピカチュウで何十万円するようなカードになりましたと。そしたらここでもう一回ねマクドナルドがコラボして出したいということだと思うんですよ、経緯としては。ただねカブポケを舐めすぎたということでございます。マクドナルドさんが正直もういろんなことが整備されてない中で今このポケモンカードを別の企業とタイアップして扱うっていうことはどれだけリスキーかっていうこともやっぱり分かってないと、このトレカ業界の俺からしたらそれはこうなるよねっていうことがなりましたと。だって今までこの2年間ぐらい診断のボックスでさえね買えなかったりとか、プレネでねすぐ倍になったりとかっていうのを見てるわけじゃないですか、この状況を。言うてしまえばこう2年3年4年ぐらいも経ってるわけですよ。今回のねちょっと内容をね簡単にね要約するとですね、まずこちらのね配布なんですけども1人 5セットまでいけるっていうことなんですよね。なんかその規約があったらしいんですよね。でそれが1日最大5セットまで購入が可能ですと。だからハッピーセット僕が言ったら5セット買えるんですよ。でプロモが確定してますと。で今回のプロモに関してはほぼ全部にピカチュウが入っていて、ランダムでニャオハホゲータクワスラルトスリオールが入ってると、こういうプロモなんですよ。今までもねマックのプロモねそういうのあったんですよ、いっぱいね。で複数の店舗に回った人に関しては多分管理しきれないから、これは納棺ですと。実際言ってるけど多分無理ですよっていう話なんですよね。で数量限定のため売り切れますよっていう話と、あと転売目的が禁止です。これちょっと後でもう一回話すんですけどっていう話も本社から出てるということなんですよ。でまずこのキャンペーン3日間やる予定だったんですけど1日終わりました。早っ。いやいやこれねごめんけど俺でも分かるわ。それはもう1日で終わるやん。だって3日持ったことないじゃん。だってもうこの何年も見てよカブポケの威力を。だって診断発売されました、次の日店舗に診断のボックスに残ってたこと見たことあります？ないよね、この数年。だって診断が出ました、はい次の日じゃあ行きました、あと買いましたってことないでしょ。ほぼ全部抽選じゃないですか今。まずそれを理解してないでしょ。なのにさ1人5個までなんて言ったらいやこうなるよねっていうか。確かに。でしかも5個までって5個食わんやろ。なんで5個にしたいやちょっと待ってくれと。いや1人5個とかにしたら
だって子供とかいて3人とかいたら15個買えるわけでしょ。そういうことだ。だって食わないでしょ。何を目的にしてるって話じゃんこれもそもそも。だったら一元にすればよかったんですよ。まず1人1個しか買えないようにすればよかったんですよ、だって5個なんて食わないんだから、だってあれ貯めておけないでしょ。冷凍して次の日とか無理でしょ。マックハッピーセット無理っしょ。無理でしょ、ってことはだよ、その人数がいるかまたは1人5個いたら1人5個食わなきゃいけないわけじゃないですか、食わないじゃん。捨てるよね。でもこのポケモンのカードの状況見て、買えませんと、診断とかプロモなんて、それは5個買うでしょ。じゃあどうすんのって話じゃん。だからそれがこう店舗にボンって捨てられてたりとか、なんか食べられなくて捨てられてたっていう話なんだけど、いやちょっとねごめん、俺飲食店のことはよく分かんないんだけど、カードのトレカの方から言わせてもらうよ。カードのことオンリーで、いやなるよねっていう。だってトレカ目的で買ってんだからみんな、その購買の目的は何って話じゃん。いやハッピーセット素晴らしいよ。おもちゃもついてて子供欲しいよ。でもさ、今回カードつけたらカード目的で買うでしょ。そりゃそりゃそうでしょ。だよね、思うでしょ。値段倍でも買うよそりゃ。だってカードが欲しいんだもん。だったらそれにくっついてたハッピーセットは捨てちゃうよね。食べれないんだからっていう話で。そうだったら俺はやり方あったんじゃないのって思うわけですよ、だからマクドナルドさんは今回その株ポケさんのその診断のこういうポケモンカードに対する認知が甘かったなというふうに思っております、なんでもうこういうコラボをするんであれば完全にトレカの専門家をつけてどういうふうなアプローチでやっていったらいいんだろうっていうのをちゃんと考えた方がいいと思います。だから僕が言うのもなんですけど、ちょっとまずね、まずこれはいいって、はい、どう思う？でもそこに関して。いやまあだからもうその通りだよね。だって今まで買えなかったものがさ、いきなりマック買ったらついてきますよ、プロモですよ、で20年前のプロモ、カード A のプロモなんて1パック数十万しますよみたいな、それが数百円で買えますよ。いや買うでしょっていうね、次の日行っても買えないようなボックスとかがバンバン毎月出ても買えないのに、マック行ったら買えるの買うでしょ。それ5個買うでしょ。食えないでしょ、どうするのって話。捨てるしかない。捨てるしかないです。だってみんなカード目的で買ってんだから、でですよ、ここからがね、俺はね一番納得いってない、自分の中で納得いってないなと思うところなんだけど、これあくまでも俺の意見、個人的な意見だけど、それをね、二次流通に対してマクドナルドさんは言ったんですよ。声明として出したんですよ。これもちょっと読み上げさせてもらいます。僕はこれが非常に日本のその古物の業界を揺るがすような発言だなっていうふうに思ってるんですね。ちょっと途中から読みます。なお5セットご購入いた場合でも全ての種類のカードが揃うとは限りません。商品の特性上重複する場合もありますことをあらかじめご了承するのをお願い申し上げます。転売または再販売、その他利益を目的したご購入はお控えください。また食べきれない量のご注文もご遠慮いただけをお願いします。合わせて店舗への在庫確認のお問い合わせはご遠慮お願いしますって言ってるんだけど、いやいや5個の時点で食えないから1人でまず、フードファイターやんそもそも。だったらなんで5個にしたのっていう話なわけですよ、売り上げのこと考えてね、マック認知のこと考えてじゃないですかって。なのにここでいきなり声明出したら突然なんか食べれない量を買うなって言ってるわけですよ。で俺が気に入ったのはここ、転売または再販売その他利益を目的としたご購入はお引き換えくださいって言ってるんですよ。これじゃあもうつけなければよくないって思うのね、まず、カードを。だって別に飲食店なわけじゃない、別に他のコラボしてきたわけじゃない、10年間やってこなかったわけじゃない。なぜ二次利用とか再販売に転売とか、転売って言い方そもそももう超嫌いなんだけど、再販売とか転売とか、営利を目的とした購入を控えてくれって言ってるの。だってあなたたちお金儲けのためにポケカつけてるわけじゃん。いやその通り。企業として、でそれでご飯食べてるわけじゃん。なんでこっちはさポケカ目的で買っちゃダメなのっていう話なんですよ。でこれに関して、子供が買えないとかね、そういう意見ツイッターで流れてるんですけど、いやあなたたち分かってますよ。子供の方がめちゃくちゃシビアですよ。それ子供普通に売ります、おやつ買って速攻で。僕たくさん見てます。それこれを子供が買いました、これで引いて当たり出たら売って他のもの買おうとか言ってますし、やってます。みんなもうそういうことたちを見てるし、まず子供が買えないっていう理由もそもそも通用しないと。だから子供が買えるようにするんであればマックさんは年齢制限をつければよかったんですよ。そもそも何歳以上じゃない以下ではなくて買えませんとすればよかったと思うね、俺は。でもしなかったわけじゃん。で5限にしたわけじゃん。でまずこの時点でおかしいと。でさらに、僕俺法律の専門家じゃないからあれだけど、二次流通とかに対してコメントをこういう大きい企業が声明を出すってめちゃくちゃおかしいと思ってるの。っていうのも
ほとんどの中小企業はそういった二次流通とか古物の世界で生きてるわけですよ。皆さんも買ってますからね、普通に中国からさ安くさ作ったものをさ安く100均とかで買ってるわけじゃないですか。ほとんどの製品は中国企業のものでしょ。それって別に二次流通とか三次流通がいっぱいあるわけですよ。なんで俺らはこれをしちゃいけないんだって。だって株ポケは日本の会社ですよ、もともと。ね、もうよく考えてほしい。これをまずなんで二次流通をそもそもお控えくださいっていう声明が出せるのかがマジでびっくり。だってそれってカードショップとかも全部敵に回してるようなもんですよ。だって僕たちはそれで生きてるんだから、俺らはだって二次流通で買ってるんだから。全部カードショップ全部2次です。2次だろうが3次だろうが4次だろうが分かんないけど、そういう会社は日本にいっぱいあります。そういった会社にこれ直接的に、間接的にこう、攻撃してると俺は思ったね。だってこれさ風評被害だよこれ。だってこれ転売とか再販売とかさ俺らに対してそういう言い方してくるんだったら、じゃあそっちはどうなのって俺は思っちゃうわけよ。だから権力を振りかざして、自分たちはコラボできるからってポケモンカードばらまきました売るなって。いやちょっと待ってくれと。それはだって俺らからしたら別に勝手にやって、やってることは別にいいとして、その後のことを言う筋合いはないじゃないかっていう。で俺がなんでここまで言ってるかっていうと、これでカドショが炎上したんですよ、買い取り表を出して。おかしいでしょこれも。だって売ったもの買ったものに関しては日本の法律でその人がどうしてもいいっていうのは決まってるわけですよ、この民主主義の国の中で。だからそれをじゃあカードショップは出すよね。だってマックさんがコラボしてわすごい株ボケで嬉しいなってなってる中で買い取り表出したらそんなもん出してんじゃねえみたいな、こんな状況知らねえのかみたいなことをこっちになすりつけられたわけですよ、こっち側にね。それは違くないっていう。で俺その後のカドショの対応も違うと思ってて、謝ったりもう買い取りませんって言ったんですよ。いや俺ごめんけどじゃあ一生マジで買い取るなよって思う本当に。でカドショのことに対してこうわーって言うけど買い取り表出したらどうこうで、いやメルカリとかヤフオクとか eBay との方が死ぬほど取引されてるからね。でそんなこと言うんだったら eBay が一番高いからね、今4000円で取引されてるから、日本の国内相場は今2500円とかなんですよ。そもそも1000円だったんで、じゃあどこに流れてるって海外じゃん全部。俺らのせいじゃないじゃんっていう話なんですよね。だから海外企業が勝手に日本企業とコラボしてプロモ作って日本企業を押さえつけて全部海外に流れてるわけですよ。でもあれでしょ、その利益はカードショップは取るなってことなんでしょ。これめちゃくちゃじゃん。だって意味わかる、これってこっち側の意見だけどよく考えてほしいんだけど、これめちゃくちゃなんですよこれ。じゃあどこが儲かってんのって、いやアメリカ企業と海外企業です。全部アメリカです。 eBay もマックも。じゃあ日本企業の俺ら頑張って必死こいでさ買い取りして、日本のさカード盛り上げようって頑張ってきた俺らは勝手にコラボされてそれすら買い取るなって言って買い取ったら炎上して、じゃあ押さえつけられて、じゃあ俺ら何買い取ればいいんですかっていう話じゃない実際。いやほんとね。でしかも日本の法律でちゃんとさ買ったものに対して別にそれを販売するっていうのは別に OK なわけなんですよ。それをこういった声明で目的としたご利用はお控えくださいって言うんだったら一人一人何に使ったかと追えよって思うけどね。何目的ですか何目的ですかって聞けばいいじゃん全員に。じゃあそういうことにはなる、はいっていうね。まず俺はすごいそこに怒りを感じた。だからまずトレーディングカード業界っていうのは、正直人が増えないわけですよ。すごい閉鎖的なんですよ実は。まだこんなに世の中に言われてるけど転売だのね、再販売だのね、こんな風に言われてて働きたいって子たちも増えないんですよ。で本人たちもやっぱり自分たちは社会的に地位が低いっていう話もするわけよ、うちのスタッフとかも。でも俺はそういうふうに思わないの。だって自分がそうやって頑張って誰かに喜んでもらうためにビジネスをしてるから。でもこういう話を大手が出したら俺らの地位ってどんどん下がって業界がさ反映しないじゃない。でも自分たちはコラボする。それめちゃくちゃな話ですよ。だからね、怒るべきはねこっちじゃないんですよ本当に。だから日本人が日本人に怒っててどうすんだって話で、僕はするとね、別にこういうなんかじゃあ海外を攻めるとかそういう話ではないんですよ。別に俺だってもともとずっと今も海外販売してるし、そういうことじゃなくてよく考えてほしいマジで。ちゃんとSNS にあるなんかこういう偽物の情報を信じないでほしいですよまず。で今回その炎上したのがなんかマックが禁止したみたいな話が回ったのよ。二次販売とかだから禁止できないわけよ法律で。そもそも独占禁止法があるんで無理なんですよ。ちょっと俺法律の専門家じゃないから他のね法律でも引っかかるかもしれないしね、それに関しては。だから絶対にできないはずなのにこういったことを言うと。でこれに関してはチケットとか
だからあるじゃん、そういうなんか転売動向って。それと全然違うからね、マジで。それは犯罪だけど、こっちは全然違うからね。むしろ民主主義のこの日本でもう非常にもうちゃんと販売すると権利だから、みんなの購入する権利、販売する権利があるわけですよ。それを揺るがすような発言をアメリカ企業が出してると。それはマジで考えた方がいいと思う、これみんな。じゃあ株ボケがどんだけ日本で頑張ってきたのか、今まで海外とね連携してやってきたのか。マックさんも別にアメリカ企業とか俺は思ってないけど、でも今回こういう声明を出して日本企業を押さえつけるような発言をすると。だってほぼほぼ日本の中小企業は日本人がやってるわけですよ。でも大企業はさ、アメリカから入ってきた会社いっぱいあるじゃん。eBay だってスタバだってさ、マックだって、ね。でもほぼほぼ中小企業に自販売してる日本人の会社です。中国の方もいらっしゃいますけど、その日本人を押さえつけて売れないとか販売できないようにするっていうのはちょっとね、おかしいなと思ったっていうのが僕の率直な意見。どう思いますか、これについて。はい、そうですね。あくまでも個人的な意見よ。はい、だからこういう意見もあるんだ、こういう視点もあるんだっていうのをみんなの中で持っといてほしいんだけど、その倫理観みたいなのを押し付けて常識をねじ曲げるのはやめようよっていう。だとしたらもっと別のところを見なきゃいけないんじゃないのって思うわけ。本物のその倫理観とかさ、そういうなんかそういうのってどこにあるのって俺は思うんだよ。そういうの、こういうの聞いてみて、物事の本質がねじ曲げられてて、誰も本質を話してない、ちゃんと。だからこれが俺は自分の意見だし、なんかまあ今まで見た中で、まあ、それはなんかおかしいよねっていうか、そういう影響力のある会社がそういう発言をすることによって他の企業が謝罪に追い込まれる、っていう縮図がおかしいなと思う。で例えばじゃあかといってね、じゃあ 5個をねこう何回もループしてね物を捨てるとかねのはめちゃくちゃ良くないと思う。まあ本当にダメなことだと思う、ぶっちゃけ。その人としてね、まあ、子供がなんか食べれないとか、子供が見たらどう思うとかさ、思うけどこれはなくならないんですよ、企業側が止めない限りは。だからもっとできる対策があったんじゃないのって思うわけっていうことなんですね。真面目に話しました、久しぶりに。はい、こうカードショップの経営者としてね話しましたけども、まあこういう意見なんですよ。いや嫌ね、日本からカードショップがなくなるなんてことが。そうやで、だから二次流通俺ら全部禁止されたらもう終わるし、はい、もう言うてしまえばマンダラケさん上場してる会社もいっぱいあるじゃん、ね、そういう例えばブランド品とかでね、そういう会社も全部なくなります。そういうことですよ、はい、全てなくなります。あとみんなが買ったもの売れなくなります。どうなるかっていうと物の価値がなくなります。そうだ、はい、物の価値がまずなくなるからね。自分が買ったらそれはもう捨てるだけになる。そういう世界はないと思うよ、でもやってることって言ったらそれの末端で、それが大手がやり始めたら、こういうブランド品とかこういうパソコンとかそうだけどさ、売れないんですよ絶対にみんなも。っていうのを声明で禁止にしようとしてるっていう、そもそもがそれってすごいおかしいな話なんだよね、日本で言うとねっていう話ですよ。だから日本っていうのはね、すごいちっちゃい会社っていうのはね、それ個物の商売してる会社多いんで、そんなこと言われたらね、俺らもあれ立場ないよね。で、よくないんだよ、捨てるのも。例えば転売と呼ばれる行為をしてお金を稼ぐっていうのもよくないんだけど、結局それを止められるのは法律じゃ無理なのね。じゃあ何が止められるかって言ったら、もう会社が対策するしかないの。対策の仕方が間違ってるっていう話をしてるの俺は。だから対策をするのに利尻をやめなさいっていうのは、それはもう法律に対して苦言を呈してるのと変わらないようなもんないわけよ。日本のそのもう縮図を全てもう揺るがしかねないような発言じゃん、じゃなくて販売の方法があったんじゃないのって、自分たちが悪かったって認めればいいじゃん、こっちのせいにしないで。だから俺はちょっと怒ってんの。なんでこっちのせいにされなきゃいけないのって。いや自分たちの販売方法でしょって、舐めてたんでしょって言いたい。いやそうでしょ、10年ぶりにコラボしてびっくりしたんでしょ。でも俺らはもう何年も前からやってるから、それ分かってるから、そんなことどれかのプロ入れて、いやこんなことしたら大変なことになりますよって一言言うやつがいたら、会社こうなってないわけじゃん、マックだって。従業員もねそんな大変な思いせずに、子供もねみんな買える環境を作れたわけじゃん。抽選とかにすれば、じゃあ例えばそれを購入できる権利を抽選にして、そういうサイトで抽選して店舗に持ってきてもらうみたいな感じにしたら、しかも一元でね、全く起きなかったわけですよ。こういうブワーってなって捨てるみたいなのデータで管理すればじゃん、1人1個しかできないとかさ、身分証管理してちゃんともう出せる人にしかやらないとかさ、だからそういう対策をせずにやったらこうなりましたよ。でもそれはお前ら転売するからだよって言われてるんだよ。だってちょっと違うかな。
俺だったら謝るね。俺がマックだったらこういう販売方法してしまい申し訳ございませんっていう、こっちのせいにはしないね。転売とかこっちのせいにしたところで防げないから、一生これってループしてるじゃん。ルールにのっとってやってることは間違いないわけだから、結局犯罪ではないわけで、じゃあどうすんのって言ったら販売側のやっぱ俺は認識の甘さだと思ってる。やり方はあったよね、絶対。あったよ絶対。そうなのよ。いやそれはでも俺らも間違えるしさ、もちろんこういう大手さんがこれってねミスを犯すというか、ミスというかこういう販売方法をねして、やったようにこっちもさ結構あったわけ今まで。これ今まで4年間の中でこう店舗をやっていく中であったんですよ、いっぱいこういうことが。俺らは例えば子供だけにしたらね、なんで子供だけにするんだっていうもちろん話も来るし、例えば子供だけにオリパを強いオリパを渡したらなんでお前そんなのって子供だけに引かせる来る人もいるし、でカードね、じゃあ診断じゃあボンって発売しますとか言ったら買い取り表出したらね、それで診断の買い取りをすぐ出すから転売が上昇するのがあるし、もう同じことを繰り返されてるわけですよ俺らは。でも済みなのこれはもう何度も積んでて頑張ってそれをなんとかちゃんとやっていこうねっていうカードショップたちが今生き残ってるわけですよ。その中で自分たちがやってミスったのになんでこっち側にそれを押し付けてくるんだ、転売とか二次販売とかっていう話で、俺らっていっぱい失敗してきてよ、それに関しては。販売方法とかね、本当にやっぱりそれぐらいカブポケさんがすごいものを作り上げてくれたから俺らそれに乗っかってられるんだけど、それにマックも乗っかったら炎上しましたと。分かりますよと、気持ちは。だって俺らだってカブポケさんとずっとやらせてもらってるんだから、そういう二次流通をね。いろんな意見があると思うんで、別にこれは一意見としてあくまでも捉えてほしい。なんでなんていうの、みんなのねなんか意見があればね、批判的なコメントではなくてね、なんかいいコメントがあればね、こんな考えもあるんじゃないですかみたいなのあったらね、ぜひねコメントいただければと思います。最後にちょっとヒロムの意見も聞いてこうよ。ラストどうなの？それを踏まえてこの数年間ポケカに携わり、俺を見に来てるわけじゃん、近くで一番。そうですね。で、こういう状態もあったじゃん今まで何回も。マックだけじゃなくて。ヒロムはどう思ったっていう、俺の意見無視していいよ。一旦俺もさ、ほらあれは取り除いて、それ知った上でどう思う、当時どう思うのか教えてほしい。そうですね。なんかだからマックさん、僕を呼んでください。次販売するときは僕を呼んでください。僕はねもう完璧なるもうねやってあげます。もう全店舗にねもうそれをねスクリプトを共有してどうやってカードを売ればいいかっていうのを僕がね教えるんで呼んでください。ただでやりますよ。コンサル料ゼロでやりますんで、もちろんもう言うからにはねマックさん協力してますんで。いやこれトレカのプロ必要でしょ。いやもうこれからコラボするのは必要だと思うよ。絶対意見聞いた方がいいよこれ。じゃないといろいろ他の会社さんもコラボしてるけど、マジで今どういう状況かっていうのは多分普通のお店じゃ理解できないわけよ。それも多分あるんだろうね。もうねマジですごすぎる。時代を作ってるからポケモンは。時代だから、時代。ポケモンっていう時代だからこそ、もう私なんて古いカードずっとやってますから、もう多分全国で見てももう一番やってます。多分長くやってます。オーナーをやってます。それだけ売ってますと。もうマックさんのプロモをたくさん扱ってきましたと。呼んでくださいよ僕を。これツイッターね DM でもいいんで、住所もあるんでね。俺ポテト好きです。めっちゃ好きです。とりあえずそういう話だから、別に誰が悪いとかっていう悪者を作りたいわけじゃなくて、ポケモンってそれぐらいすごいよねっていう、話ですよ。これを見てくれてる人もそうだけどさ、ポケモンに食わせてもらってる人いっぱいいるわけじゃん。だからこそこのポケモンのカードとかこういうトレーディングカード業界っていうのはみんなで守っていかないといけないのよ。今ポケカも業界も含めて今すごいね伸びしろがある時期なんですよ。だから例えばさ、テレビが伸びた時代、映画が伸びた時代、 YouTube が伸びた時代ってあるわけじゃん。ここに成熟して、それが成熟して今があるわけじゃん。今伸びしろのところにいるんですよポケカっていうのは。トレーディングカードまだ30年しか経ってない。でこれが40年50年60年になった時に本当にすごいコンテンツにしっかりなっていくと思ってるの俺は。こういったところはですね、変に盛り上げずにちゃんとした目を持ってね、この業界にね見ていっていただけたらと思っております。こんなもんです今日のところは。いやお疲れ様でございます。言いたいことは言えたんで、割とねちょっといつもと違う感じで緊急でねちょっと真面目に話させてもらいましたけど、この動画がいいと思ったらねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニンニンでございます。
溶けてゆ